南米の経由地ヒューストンではアメリカの入国審査があります。南米旅行のノウハウ6、アメリカ経由編。アメリカ経由で利用する場合も一度入国する必要があります。渡米3日前までにエスタビザ免除プログラムを21ドルで申請。特定の国、キューバや北朝鮮などに渡航や滞在したことがある場合はエスタでは許可されず、アメリカビザを取得するケースがあります。注意、空港の入国審査で入国許可が下りない場合もあるそうです。エスタの代行申請業者のサイトと間違えないように注意。エスタ申請の質問で他国への渡航履歴の質問は正確に回答。私たちは10年ほど前にキューバへの渡航歴があり、正直に申告。ネット上には渡航歴を隠して入国を拒否された事例もあり、旅行費用も支払い済みなので、南米に行くにはこの審査をパスしないと。入国の機会に少し手間取りましたが、アメリカ入れました。預け入れ荷物受け取り所です。明かりが和みます。今回は乗り継ぎの際に荷物を受け取りは不要でした。本来は乗り継ぎカウンターですが、一度外に出てみます。クリスマスシーズンだったので装飾がアメリカらしいです。シンプルでスタイリッシュなアメリカの空港の雰囲気です。これ灰皿なんですね。アメリカは屋外は OK みたいです。ターミナル E が工事していましたので、地下道で別のターミナルへ。NASA を見学したのでアメリカをあっさり出国します。ターミナルの行き先がたくさんあって迷子になりそうです。プライオリティパスがあったのでラウンジ三昧と思いましたが、午後は入室制限や利用禁止時間があり、なんとエールフランスのラウンジに入れませんでした。涙。次の KLM も利用できず、結局ユナイテッド空港のラウンジへ。次のフライトはエコノミーなのでパナ SFC だとスターアライアンスゴールドでユナイテッドクラブが利用できるんです。やったね。いっぱいフライトがありますね。さすがアメリカ。私のフライトがありました。 UA854 リマ行きです。さあ行くぞ。こちらがユナイテッド航空のラウンジユナイテッドクラブです。高級ホテルみたいな雰囲気でアメリカンな内装です。シンプルですがすごいフルーツと肉の量ですよ。これ何？クラムチャウダー。
ビカだな。2億取ったらいい。これなんかつけないの？飛んだ。すごいアメリカンなサンドイッチですね。アメリカンな味で美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。エアサイドの施設がすごいですね。夢というお店です。アジアのような、日本のようなバーでした。すごいすごい。こちらも日本のような、中国のようなショップです。なんだか奇抜な日本風の展示です。うっそー。ド派手なショップでした。お酒がいっぱい。ここは空港ですよ。素敵なバーですね。Jets are going to get fast when defense holds. Going to get off the field quickly. Jermaine Johnson, Quincy Williams were over there. With 1:49 left. 広い空港を通ってボーディングゲートにやっと到着しました。UA854 ペルーのリマ行きはオンタイムですよ。よく見てね。またまたスターアライアンスゴールドで優先搭乗できました。やったね。とっても綺麗な空。日の入り前なので離陸後の景色が楽しみ。私の好きな打席配置の B767 ですが、冊子がボロボロです。あれあれ、かなり時間が経ちますが、なぜか出発しません。緊急事態発生。こんなの聞いてないよ。全員飛行機から降ろされてヒューストン空港を大移動中。機内で散々待っていましたが、別の飛行機が準備できたみたい。おかげで広いターミナルを端から端まで歩かされました。素敵なヒューストン空港をたくさん見れたのでよしとしましょう。E5 から C8 まで歩き、約2時間遅れの出発です。 Enjoy your flight。 そんな。南米旅行のノウハウ7、航空券トラブル編。海外では定刻で出発しないため余裕のあるスケジュールで、別の便で合流するメンバーは半年前に航空券を購入して、渡航前に突然メキシコ経由リマ行きがメキシコからチリのサンティアゴ行き、1日遅れでリマに到着するスケジュールに変更になりました。航空券格安サイトでアエロメヒコとラタムの組み合わせで再変更ができず、旅行プランを大きく変更しなければなりませんでした。座席に乗り込みました。ああ、もう夜で景色が見れない。気を取り直してペルーのリマまでフライトを楽しみますか。
ましたね。ワクワク。スタート。わあ、ユナイテッド航空だらけですね。とっても可愛らしい女性ですね。各社安全に関する動画を面白く作っているので楽しみの一つです。空港のライトがとても綺麗で幻想的です。日本のライトとはなんだか明かりの質が異なるようでした。離陸後のヒューストンの街がめっちゃ綺麗。すごいすごい。 NASA を見学できたのも一生の思い出になりました。ありがとうテキサス、ありがとうヒューストン。ありがとう。早速エコノミーの機内食夕食をご紹介します。ペンネとサラダ、結構アメリカンで美味しかったです。こちらは中華風の麺とお肉でアメリカで食べる中華って感じでした。大好きな中南米全部行きたいな。カンクン上空ナウ。恒例のトイレチェック。アメリカの航空会社ですが綺麗でした。ちょっと清掃が行き届いていないところもありますが、残念。それでは南米旅の計画大公開。日本からアメリカを経由してペルーのリマへ、その後クスコ、ボリビア、ラパス、冬にチリ、アタカマ、サンティアゴ、バルパライソからペルー、リマに戻りニューヨークへ行きますよ。飛行機に乗りすぎてヘトヘトです。20時間ぐらい乗っています。そうこうしているとペルーの領空に入ってきました。夜食でも食べて寝ます。次回はペルーからお届けします。それじゃね。